ちょっとここ最近の工程ひどいよ。宗谷岬のためだけに往復700キロを試される場所。どうこれ見るもんないやろ。これすっげえ密度が薄い。出たー、かわいい、買いたい。はい、日本一周40日目となりました。今の日付が7月3日か。で、オスパはね、すごい斬新やった。普通の賃貸をホテルにしてるって感じやったから、フロントと客室が全く別の建物で、中がね、普通の賃貸物件。洗濯機無料で使えちゃう。すげえ。トイレ、ウォシュレットなし。わっけわからんぞ、ここ。ここわけわからんわ、マジで。リビング。キッチンもしっかりついてる。寝室。収納ありすぎ。収納ありすぎ。収納ありすぎ。冷蔵庫一人暮らし用。収納ありすぎ。収納ありすぎ。収納ありすぎ。ベランダまである。斬新やな、オスパーコート。ちょっとここ最近の工程ひどいよ。俺だって札幌に入ったのが30日目で、40日目の今現在が旭川にいるから、30日から40日の間にたった1日しか動いてないね。やばくないっていうかね、原因はね、このね、北海道の天気が全く読めねえ。雨の予報の日に晴れよんで。だからもうホテル抑えちゃってるわけよ。で、ホテル抑えてて、で、ホテルの中からさ、晴れてる空を眺めながらパソコンをして、で、今日は一応晴れの予定やったからさ、だから今、ホテルから出て走ろうとしてんのに、このざま。どういうこと？しかも、降る言うて降らへん。こっちはもうホテル取っちゃってるわけやからさ、今日もちょっと晴れ間が広がる的な、まあ間違う、曇りのち晴れみたいな予報やったからさ、これはやっと美瑛行けるわって思って、美瑛行こうかなって思ってたんやけど、クソみたいな天気になりやがって、美瑛って言ったらさ、お花畑と青空っていうコントラストが何よりの魅力やねんからさ、だからね、今日はね、ちょっともう美瑛を断念します。とはいえね、俺実はね、もう美瑛の向こう側にホテル取っちゃってんねん。取っちゃってるけど、もう断念せざるを得ない。あんまりにも室内でこもりきって作業してるのもちょっと辛いから。だって10日で1日しか走ってない。ツーリングじゃないやん、こら。ホテルソムリエみたいなことやってる。しかもね、いいホテル泊まってんのやったらわかるけどね、ギリ人が泊まれるレベルのホテルばっかり泊まってるから、なんかソムリエ的な、その評価もできない。生きれるぐらいの感じのホテルばっかり。ただ、美瑛の方はもう雨が降ってていけないと。美瑛今日晴れる予定やったのにな。ふざけんなよ。晴れの日に雨っていうのも困るけど、雨の日に晴れを無駄にしてホテルの中でずっと作業してるともう悲しすぎる。今日は帯広で抑えたホテル代を犠牲にして宗谷岬へ向かっています。晴れの日に走りたいけど、雨が降ってないだけあれか。本州の方はもうすごい梅雨がどうのこうのっていうニュース、今鹿児島がすごいんでしょ。なんか火山噴火してたり川氾濫してたりでもう大変なんでしょう、鹿児島でね。今日の工程は一応ね、宗谷岬に行くかどうかちょっと迷ってんねん。宗谷岬方面に向かってて、稚内までは絶対行く。稚内はもうね、宗谷岬からすぐの場所やから、別に今日でも明日でもいいし、天気が良ければもう宗谷岬も行っちゃおうかなみたいな感じやけど、宗谷岬ってあれやねんな、日本最北端っていうのは知ってたけどさ、日本が保有する島を含めた全体の中で最北端らしいな。そら行くわって話やけど、宗谷岬やばいで、ほんまにやばいで、あれね、アクセスほんまやばすぎ。350キロぐらいあんねん。しかも高速道路なし。宗谷岬までの間に観光地もなし。宗谷岬のためだけに往復700キロを試される場所。やばいよな、宗谷岬。難易度高すぎるやろ。一応途中にオロロンラインっていうなんかずっと風吹いとって、そのでかい風力発電のプロペラが見れるところがあるから、そこは通るけど、ただね、帯広のホテルはもったいないな。3500円を無駄にしてしまった。楽天トラベルで予約したんやけどさ、なんかキャンセル可能って書いてあるから、キャンセルしようとしたらさ、当日のキャンセル料金 100% って書いてあって、もうキャンセル不可にしとけ、ボケ。だからもう3500円を無駄にすることになったから、今日はね、稚内市にあるミツバチの宿っていう650円で泊まれる宿を抑えたから。もう俺、みそぎよ、みそぎ。3500円を取り戻したい。650円と3500円足せば別に4200円程度やからさ、それぐらいのホテルに泊まったと思えばいいよ。今日はだからね、4200円のホテルに泊まってると思って、ミツバチの宿に泊まりたいと思います。ただ実際の価格は650円でしょ。650円のホテルでさ、絶対にトイレが綺麗なはずがないやん。Google マップとかでちょっと写真とかもちらっと見れたんやけど、やばい感がだいぶ漂ってて、ウォシュレットがついてないトイレでうんこをするごとに抵抗があるから、絶対に
にうんこができない戦いがここにはある。宗谷岬は一番難しいんやけど、でも逆に言うとね、宗谷岬さえ攻略してしまえば北海道はイージーになるから。あと知床半島の方に観光名所いっぱい密集してるし、美瑛周辺にも観光名所が密集してるから、知床と美瑛周辺を攻略して、で札幌行って函館行って戻るっていうイメージになるから、とにかく宗谷岬はやばいということで、宗谷岬はいずれ行かないといけない場所やったから今日潰す。天気がもっと良かったら、爽やかな日だね今日はみたいな感じで楽しめるんやろうけど、曇りで何にもない中をひたすら走るっていうのは結構な苦行やね。オロロンラインまでさ2時間半も俺はひたすらこのアクセルを微妙にひねり続けるっていう作業を繰り返すだけ。他何ができるわけでもないよ。編集した映像を見てるとさ、うわバイク旅マジ最高やんけって思ってくれる人もいるかもしれないけど、基本的には8割9割はずーっとクセルを微調整してるだけ。どうこれ見るもんないやろこれ。山々当初はさ北海道だなみたいなあったけど、長いな。一回受けたから同じこと何回も繰り返す親戚の子供じゃないんやからさ、どんだけ同じ景色見せんねん。でもさこれでさもう飽きたわやめようっていうこともできひんやん。ドライブやともうここまで来ちゃったからさ、明日も明後日も結局運転していくしかないのよ。札幌旭川の時も思ったんやけどさ、丸一日変化なしの中を移動で雄大な観光名所一箇所観光みたいな、すっげえ密度が薄い、なんかもう遅いスタンプラリーやってる感じっていうか、知床半島とか俺超楽しみにしてるしさ、北十空港、天使の道とか青い池とか見たいところいっぱいあるんやけど、寄せてくれもうちょっと一箇所に。もうここまで来たら維持やな。観光名所を見たっていうそれだけのために今回ってるけど、初日見てむっちゃ良かったわこれ。もうええわ。今現在が68キロやねん今日走り始めて。でね俺思い返してみると、今までいろいろツーリングはしてきたけど、最高でね1日350キロが限界やって。まあそれは下道でね、もうそん時でくったくたやってん俺。350キロってさもう半端ないのよ。あんまりね普段車とか乗ってない人は350キロどれぐらいの距離なのかっていうのがつかめないかもしれないけど、イタリアからイギリスまでの距離、東京名古屋ぐらいよ。やばいな。鹿はね軽装してぶつかってくるらしい。あいつらアホやからあれなんか前に逃げるやん。追いかけられたら別の方向行けばいいのにね、自ら追いかけられる方向に逃げるからおかしなことになる。バカの顔を担当してるだけのことはあるわ。でも奈良では神の使いの皮をかぶってるけどねそいつらが。うわっガリガリのキツネ。あれ海沿い晴れてんじゃねこれ。そうやんな。だって雲は西から東に動くもんね。俺が東から西に動いたら雲を抜けれるよね。あれこれもしかして俺勝利しちゃうパターンかもしれない。また晴れ宗谷岬行けるよこれ。懲らしめてやろうかしらね。晴れてるー。うーわ勝利や勝利。完全に晴れたな。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えておいてください。そしたら何かが見えてくるはずです。ほな、いただきます。今時ほなとかいう大阪人おらんで。あの人どこ？京都？兵庫？しかも同いやん。すげえまっすぐ。宗谷岬選んでよかったな。ついに日本海側に到着をいたしつつあります。やったー、出たー。うおー出てる。止まったー。進む。出たー。出てる。風力発電所見に行きたい。でっか。エニナール。風力発電しばらく続くのね。はい、ということで、オロロンラインにもまだついてないの。残り82キロ、1時間24分。何がどう違うんやろ、オロロンラインと。はい、オロロンラインの風力発電所ラッシュです。むっちゃあるな。道はまっすぐやね、相変わらず。すげえな、オロロン。
右も左もやな。はい、北海道でのキツネ3匹目。かわいいですね。しかも相当おとなしいな。大丈夫かな。寄ってくんの？寄ってくるパターンなんかあげれるもんあるかな。ないのか。お菓子持っとけばよかったな。寄ってきちゃうのなんもないで俺。後ろにいる。どうして？かっこいい顔。なんかあげれるもんないかな。かわいい。飼いたい。犬かやもんね、キツネは。どうしよう。なんかあげれるかな。水しかないのか。水しかないの？お菓子はなんかあげれるかな。うわ、かわいい。写真撮っていい？水しかない。なんか持っとけばよかったな。お菓子もないのか。ごめん。マジでなんもないわ。マジでごめん。でもむっちゃ可愛いわ。なんもないねん。ほんまごめん。でも写真は撮らせてほしい。行かんといてほしい。おいで。こっちおいで。おいで。おしっこしてる？ちょっと痩せてるな。やっぱり野生は大変なんやろな。食べ物欲しいよな。キツネむっちゃ多いな、北海道。これ以上でかいのは、なるべく遠目に安全なところから発見するっていうパターン。しかもバイク乗ってる時でお願いしたい。鹿までは OK。